皆さん、いかがお過ごしですか？花田ステパノストトルです。今日お話ししようと思うのは、システムについて、特にゼッテルカステンというこのシステムについてのお話なんですけれど、同時に分散非同期素結合な、知識の発展のためのシステムとしてのゼッテルカステンっていうお話をしようと思います。分散素結合だったり分散非同期素結合っていうところについては杉本さんのデータモデリングってドメインを駆動するのタイトルをパクってるんですけれど、副題をパクっているわけですけれど今回そのシステム、システムがどうしてうまく回っているのかっていうところで結構いろいろと疑問があると思うんですよ。たびたびいろんなシステムがこの世の中にあると。組織だったりとかソフトウェアだったりとか、そういったものもシステム、そもそもの、ギリシャ語のシュンヘステーマイでしたっけね、それも共に立つっていうものなので、そういったところで、システムっていうのはいろんなものが、システムとして該当されますと。でこの多くの場合、システムの部分っていうところにおいては結構うまく回っていないっていうこともあるし、さらに言えばもうダメだから、もう回ってないから、もうシステム全部作り直しましょうっていうこともあると思います。けどシステムが全部作り直されるってことだから、メタに見れば新たなシステムっていうところではうまく回ってるっていうところ、メタ的にはうまく回ってるってことができると。そして多くのシステム、動いてるやつ、もしくは作り直されたやつとか、そういったものも、現存してるものはなんだかんだうまく回っているように外側から見える。もちろん内側から、裏側とかそういったところを見れば、各々担当する領域だったり担当部署、責任範囲、自分の役回り、そういったところだったら、うまく回っていないところの方が多く思えると。けれどソフトウェア開発がそうであるように、その組織を含むそういったシステムだったりとか、もしくは各コンポーネント、ちょっとソフトウェアライクに言いますけど、そういったところにおいてやるべきことを全部やるっていうことがなされて、それで、改善をなして、それによって、結果として外側からうまく回ってるように見えるんだろうっていうところが言えますね。しかしこれっていうのはシステムや組織がうまく回っている、このみんなが頑張ってるから、うまく回っているっていうところっていうのは、このシステム自体がうまく回ってるところの理由と述べるのは片手落ちっていう。で何が重要なのかっていうと、そのみんなが頑張ってるじゃなくて、みんな残に応じた業務の分割と、帳簿の分割がなされているからっていう言い方をした方がいいかなっていうところがあります。これがシステムの成功にとって本質的な要因だと思うんですよ。業務プロセスを円滑にするのではなく、こういった流れですね、フローとかそういったのをプロセス、ある種の種類の取引を業務機能を横断して、扱うもの、これを円滑にするのではなくて、自分のやるべきことがあって、そして、やるべきことが生まれて、それを達成する。でそのための完了基準があって、でそして次の、業務機能に移していいという、こういったものが残。この残に応じてシステムの中にそれぞれのコンポーネントや部署、こういったのがいろいろと存在して、でそれぞれ、もしくは新たに作られたりとか、新たに必要なものが出たりとか、そしてそれぞれのにデータとかだったり帳簿があると。でこう言って、実際にこう流れでガーッとやっていくっていうことは容易に考えられるんですけれど、これってそうなっちゃうとイレギュラーなケース、いろいろプロセスっていうのはたくさんあるんだけど、そのイレギュラーなケースでフローだけを考えておくとうまく回らなくなっちゃうと。なので分散役割とか、そういったやつを分散して、で機能間の連携というところも非同期にして、そして、お互いの、作業っていうところにおいて、もしくはデータっていうところにおいても素結合である。こういったところが、システムがうまく回っている、システムがシステムとしてまとまっている理由っていうところ、そして、システムを束ねる連携するためのもの、もしくはこのシステムっていうのはこう一つある種、大きな、
将来の目的とかゴールだったり、存在理由だったりというものがあると。なのでどこに行くかを定めて、そして各種がどういう状況を把握し、どう指示や調整をするかの判断をするもの、つまりマネジメント的な要素があると。これが残を扱う場所の、外側、ちょっとここだったら、ここが、残を扱うところで、それをコントロールする、マネジメントするところは、そのアクションの外側、マネジメントのところに置いておくと。これによってコンポーネントや部署っていうところが密結合せずに、そして連携することができると。これによってシステムが動いてる。コンポーネント、ソフトウェア、組織、システム、これらが一つのものとして、密結合として密結合して何でもかんでもやってマルチタスクをやってたら、うまく回らないっていうところは、当然なんでしょう。なので分散非同期素結合っていうそんなシステムが必要。でこれが、データモデリングでドメイン駆動するの杉本さんが述べてたことの一つなんですけれど、ツェッテルカステンでも同じようなことが言えるということですね。ここからが本題ですね。ツェッテルカステン、ってどういう流れで、知識を集めたりとかいうのをやってるかなっていうところだと、実際のところアウトプットを出すことの中の流れのところなんですけど、アウトプットを出すっていうところにおいて、このシステム、このツェッテルカステンっていうシステムだったり、アウトプットを出すまでの流れ、この流れにおいてすごくいろんな残があると。仮説を作って、そんでもって、インプット、いろいろと情報を仕入れて、本を読んだりして、で、抽出して、で、そして考えメモを作って、で、そしてネットワークを作り、っていう、実際にいろいろと比較したりとか、またさらに裏にある先入観を修正したり、で、それでもってやっとアウトプットを作るっていうことができると。これら多くの残をツェッテルカステンはどうやってるかというと、自然に分割してるんですね。自然に分割し、そして、システムとして、分散素結合非同期に連携してくれているっていうところがツェッテルカステンの魅力の一つであるというところの話です。実際にどうやってるか、っていうところの話の前に残ごとにも、帳本も分割されてるっていうところがあるんですね。具体的に言うと今、56だ5600番だったり、512.16 っていうところだったり、これも56っていう感じですけど、どういうインプットと抽出、まず、アウトプットノートとしても分割されてる。要は1700番隊っていうところと5300番隊っていうところでまず分割されているっていうところもありますし、インプットと抽出っていうところには、ビブカード、こういったものが使われてて、で、考えてメモを作るっていうところではメインノートを作ると。例えば、ニーズ使用作業に関するミニマリズム、as 現実とその変化への対応というのは 5335-2110/3 5335-2110/3、こんな感じでメモを自分の引用したりとか、メモを作って自分の考えにして、そしてボックスに入れているという感じですね。まずこれが一つ目のそのリードしてビブノートを作ると。でそんでもってメインノートをメインカードを作ると。そして、ネットワークを作るにおいては、さらにインデックスカードっていうのを作って、こっちはインデックスカードこういったやつですね。こんな感じでいろいろとインデックスを貼っていくやつを作ったり、またポップリンクとか、例えば、これとかだったら C also 5610/10/3 を見ろとかいうふうに書いてあると。こういった感じで、ビブカードを作って読んでビブカードを作ってインデックス作ったりメインカードを作ったり、そして、ネットワークを作ったりっていうところ
でまたアウトプットを出したりっていうところ、こういったところはSOA、システムオブアクション、杉本さん流の話になりますけど、そういったところに該当するでしょうと。また自分の知識や考えっていうのは変わりやすく、興味も移ろいやすく、異なるものを同じに見てしまうっていう外部の都合っていう、私の脳みその都合ですね。前回その脳っていう足場っていうのはそこまで信用できないみたいな話をしましたけれど、そういった外部の都合で、要は矛盾したりという時にメモを壊したり、これまでの全てを変更したり破壊したり、そういったことをしたくなることがあると思います。けど、これは望ましくない。実際やっちゃうことは望ましくない。むしろそれに対応して柔軟に対応しつつも、不変な構造を保つシステム、そんなのが欲しくて、それがゼッテルカステンであると。そしてアウトプットを出すシステムに制約を設けつつも良いフィードバックループを与えてくれると。で、管理、こういった感じ、実際に言うと、実際にインプットして、一番最初仮説を立てるっていう段階でそもそも先入観があるはずなんですけど、それで読んでいって、そしてまた、何回も読んだり、メモを作ったりしていく中で矛盾が発生すると。ネットワークを作って矛盾に気づくっていうこともある。そうすると先入観を修正して、そしてまた仮説を立て直して、また新たなインプット、またアウトプットまでを持っていくっていうこと、これを何度も繰り返すって、こういったフィードバックループがあると。で、管理する主体っていうのはゼッテルカステンの中のメモではなくて、ゼッテルカステンの構造、もしくはそれ自身、もしくはそれの中にいるゴースト、そういったゼッテルカステンという、パートナーと、コミュニケートする。その私もまた、管理する主体であると。っていう感じで、杉本さんの、機関系システム、のところの話と、若干に似た、類似して類似しているというところの話があるんですけれど、実際のところは、2つは同一ではないと思ってます。なぜかっていうと、この、機関系システムっていうところにおいて、機関系システムの存在理由っていうところは、機関系システムの存在理由はどこに置いてるっけ？あった。ここで512の中で対比していって比較していって同じじゃないかって思ったんですけど、実際のところ企業のさまざまな活動を指示制御すること、これがゼッテルカステン機関系システムの存在理由で、ゼッテルカステンの存在理由は知識を発展させること。だから2つは存在理由が違うから、類似点があってもそれは人間の活動であるからに過ぎないかもしれないっていう。実際多次元データとかそういったところもいろいろ違いがあるので、多次元データをどう扱うかとか、そういったところとかも全然違いますし、今後、機関系システムだったりゼッテルカステン、私のゼッテルカステンにおいてもそうですし、ゼッテルカステンっていう大きなカテゴリーの中における研究活動っていうところにおいても多く変わっていくかもしれませんと。で、第2に人間の活動や、特に探求する、何かを調べようとか探求しようって、前に進もうっていうすることによって、この行い方の形態っていうのは、その時の人に合わせて変化していくっていう。なので、適者生存の生物史においてもそうであるように、杉本さんの、機関系システムの考えと、私のゼッテルカスの考えっていうのは、現在の人間の活動として適した形態であるっていう共通点しかないと。ワシとペンギンに羽があるくらいの、共通点かもしれないと。ゼッテルカステン使ってる私にとっては全てがハンマーに見えるかもしれないっていうところはちょっと注意しないといけないかなっていうところではありますね。はい。しかし今回、得られたデータモデリングとドメインを駆動するを読んで得られた、洞察、また実際に自分がシステム開発してる中で得られた観察だったりで、自分のゼッテルカステン、いろいろと他にも設計の本、データモデル大全の他に渡辺さんの本とかもありますけど、これを読んでたりとか、そういったところで、もっとこれから、マネジメント、このマネジメント、要は SOM 的なところだったり、セッテル合戦だったり、いろんなものが進化しそうなね、予感は覚えてるっていうところはいい話かなっていう感じです。で、改めてそのまとめの方に入っちゃうんですけど、システムがうまく回っているっていうのは、みんなが頑張ってるからっていうところだけでは足りないと。残に応じた業務と帳簿の分割がなされているからと。そしてその中に、このアクションの中には管理を設けず、外側に置くことによってうまく、回していることができると。そのうまく回しているところのこれによってこの、残に応じて、分割し、そして、マネジメント要素は外に置くと。そしてそれによって分散、
非同期素結合がなされる。で同じような理由においてゼッテル合戦っていうのも知識のアウトプットだったり、いろいろなフィードバックループを得たり、また、実際に本を読んだり、そしてそれを自分のものにしたりっていうところがうまく回っているっていうのも分散非同期素結合がなされている、帳簿の分割もなされているっていうところ、この同様の機関系システムだったりシステムっていうものがうまく回っているのは、基本的にゼッテル合戦と同じ理由だからまあけれどそれっていうのは人間が行っている活動だからっていうところかもしれませんと。という感じのお話でした。本日の話があなたの参考になったなら幸いです。今回のお話は、これまで、12月15日でしたっけね。12月15日の、メールでニュースレターで送った内容になりますので、コメントの方にも、そこの原文のリンクっていうのをお見せし、コメントしておこうと思いますので、お時間ありましたら読んでください。それでは、青心に、ピース。